べて入ってきた。うえ。まあ今日、優雅くんを呼んだ理由としては、怖いんだよね、それが。いやいや、だから多分それが正解なの。俺らって深い話したことないのよ。まあね。多分何回かもしかしたらあるけど、お互いをお互いにどう思ってるかみたいな深い話をしたことがないなって思って、正直、仲良くなれるのかなと思ってたのが第一印象だ。その時は、すごいね、なんかちょっとこう、敵対視みたいなのあったのかな。あるよね。だし、まあ、年も近いっていうのもあったし、興味ないわけじゃないんだよ。だから敵対心を持ってるから、何してる人かな、みたいな。はいはい。でも、翼が歌やってるのは知ってたから、そう。いざ、追加面談来るってなったから、うわ、どうしようみたいな。で、優雅もこういうキャラだし、仲良くなれるかなと思ってた、正直。今となってはまさかこの二人で、メインを歌うと思ってなかったわけだから、なんか、今は今でなんかこう、一番歌でこう、いろいろ聴けるし、信用できるメンバーであるから、だいぶ変わったけど、そこは。まあね、結構話すから、意外と。特にレコーディングチームの人たちは、魂込めて歌ってますっていうよりかは、綺麗に歌うとか、綺麗にヘッドとかミックス出せる方が好みなんですよ、やっぱり。それこそ優雅くんとか、パートが徐々に多くなってった。翼の歌い方がマジ全くわかんないから、優雅。そうなんだよ。お互いが違いすぎるんだよ。違いすぎる。そう。でも、多分、いい意味で違いすぎ。いい意味だと思うんだけど。あ、サビでいい？オッケー。歌から。どんなキーだっけ？ Young blood, say want me, say want me. I'm alive, but I'm just young and they want it tonight. You need it, you need it all the time, yeah. Young blood, say want me. Back in life, but I'm just young and they want it tonight. Cause you need it, you need it all the time, yeah. Young blood, その、 young blood. もう、マジむちゃくちゃ張らないとできない。これ元気だと、超高いでしょ。俺の場合だと、Young blood, だけど、優雅は、Young blood ってこう、ヘッドに行っちゃうのね。こんなにも違うんですよ。本当に。だから多分、でも逆にその翼の歌い方が欲しいって思うんだよね。いやだから逆に俺もそれが欲しい。翼がオネスティ歌うとまた、あ、そう、だから。ガンガン変わるよね、多分。出だしどんなだったっけ？アクセントのさ、入れどころも変わってくるよね。めっちゃ変わるよね。裏声のところとか変わるんじゃない？その日でいくわ。変わるよね。っていう。もう
おもろいっすめっちゃおもろいよね。俺すっげえ頑張って出すんですよ、その声を出すのに。いやもう多分それまでの努力はめちゃくちゃあるとは思うんすけど、それこそだから優雅くんが俺が高音を綺麗に楽に出してるように見えてるように、俺は優雅くんがそのやっぱそうだよね俺が相当苦労して出してるヘッドボイスを使いこなしてるように俺はやっぱまあ聞こえるし、どっちもどっちだよね本当に。いいいいいとこを多分話さないけど思ってるんだよっていう思ってやつだよね。るんだよそう結局ね、そうだよ。これが聞き出したかったまあ、今日呼んだ理由として一番話したかったのが今から話すことなんだけど、本当になんかその優雅くんとはなんかあんまこう深く喋ってこなかったというか、同じポジションとしてプライドが邪魔して若干だけど避けてた部分があった。そのなんか個人的にすごい尖った表現の仕方をするのであれば、何かされても必ず何かカウンターし返せる状態、ナイフ突き立ててるような状態だったのかなっていうふうに思ってて、なんかこうボーカルとかもレコーディングの時になんかこれできたできなかったみたいな会話の時にも、いや俺はできたよみたいな、俺はできてるんだよみたいなことを多分今までいっぱい言ってきたなと思って、それを伝えようと思って、で逆にそれを聞いた上でもいいし、そもそも優雅くんが俺のことをどう思ってたか聞きたかった。なるほどね。そうそうそう。まあなんだろう、そんな感じなかったんだけど、優吾あー翼はできてると思ってた。まあレコーディング終わりできたって言うから、あ、まあできるよねって翼だからそうやって思ってた。それは翼だけかも。どうそうやって思ってたの。ナイフ。なるほどね。なんか多分俺はどっかで怖かったんだと思う。優雅くんのこのボーカルの追い上げ方というか、そういった部分に俺は多分すごい焦ってたんだと思うし、気づかないうちに自分の身を守ろうとしてたのかな。なんかもうとりあえず、優雅は逆に翼が歌えるから追いつかないと思ってた。じゃないと、翼に全部取られちゃうとも正直思ってた。で、やっぱ曲もさ、優雅がこう得意そうなジャンルってやっぱ少ないじゃん、チームって。だから、すごい、それで、やっぱ早く追いつかないとな、みたいな。はめっちゃ思ってたから。そういう風に思ってくれてたのに、そうやってナイフ突き立ててる自分が恥ずかしいわ。なんかなるほどね。優雅くんっていう存在とあんまり話したあれが過去になかったから、今回はそれをどうしても話したかったっていう。まあ言われてみればそうかも。俺の勝手な被害妄想でどこかこう話しかけづらいのかな俺はみたいなところが勝手に俺はあったから。なるほどね。そうそう、なんか自分もやばいと思ってたから、レコーディングとかするたびにさ、うまくいかなかったら焦るわけよ、やっぱり。だからそこでうまくいってない時ほど俺は見栄を張ってプライドが邪魔して、いや俺はできてたよみたいな、俺そこ取ったよ。まあでもその記憶はあるわ。言ってた記憶はある。グループとして作品を作ってるわけだって、決してなんか個人のパートが多くなったから、なんか偉いわけでもないのに、なんで俺はそこにすごい執着してたんだろうってのはすごい思って、だったらなんかその与えられたパートを最大限自分の味を出す方がよくねっていう風に思ったのがきっかけで、なんかそういう気持ちもどんどん薄れてってて、ね、それこそだからそれが今一番うまくいってるなって思うのがやっぱ優雅くんだから、そのブリッジ部分とか365だったりパワーだったり、あれって多分本当に優雅くんにしかできないから優雅くんに任されてると思うし、そう思わせるように俺もやっぱ自分のアドリブだったり高音っていうのは絶対曲げないし譲りたくない部分ではある。自分のね、グループとしていいものを作れる上で、やれることが多いに越したことはね、もっとなんかね、お互いの強みをね、共有していけたらいいなとは思うけど、さっきやっててすごい面白かったし。あれ面白かった、意外と。
こうも違うかって思ったからうんうんうん話せてよかったけど、いやよかったね、あの対談も含めてなんかこう自分が今までこう経験してきたこと思い続けてたことっていうものを多分俺はこのロックっていうジャンルで表現したいんだろうなっていうふうにすごい思いましたね。自分だけ攻撃態勢に入る弱い心の持ち主なんだなっていうのにまず気づかされたっすね。自分のこの気持ちであったり今まで培ってきた経験だったりそういったものをしっかり今後もギターのスキルであったり歌のスキルであったりそういうものはしっかり伸ばしつつこのロックっていう素晴らしい音楽ジャンルで自分の曲を作って出し続けていきたいと思います。